こんにちは、あおいです。今日はタラの西京焼きを作っていきましょう。味噌味は子供たちがとっても好きな味なので、お魚がちょっと苦手っていうお子様でもこのレシピはいつも完食してくれます。また保育園の西京焼きは家にある調味料だけで仕上げていきますので、とっても簡単に作ることができます。それでは早速作っていきましょう。保育園管理用紙あおいの給食室、今日はタラの西京焼きです。まずお魚に下味をつけていきましょう。今日はタラを使います。タラは普通のスーパーで売っている切り身の3分の1の大きさがだいたい 1,2 歳児のお子様のサイズになって、2分の1の大きさがだいたい3、4、5歳児のお子様の大きさになります。ボウルにまずお酒を入れます。ちょっと見えないんですけどお酒入ってます。お酒とそれからみりんです。それと今日は甘みが強めの味になりますので、お砂糖も入れていきます。あこぼしちゃった。あれ、腹筋どこ行った？毎回わざと転がしたりこぼしたりしてるわけじゃないんだけど、なんかね、撮影の時になるとこういうことが起きる。仕切り直してお砂糖です。それからここに味噌を入れていきます。西京焼きなので本来は西京味噌とか白味噌を入れるんですけれども、もちろんそれでも作れますが、保育園の場合って白味噌ってなかなか使うタイミングがないので、このためだけに発注してしまうと結構ね、余らせてしまうことがありますので、普通の味噌で作っていきます。ご家庭で作る時もこのためだけに白味噌買うってなると、多分結構冷蔵庫で、ね、長い間眠ってたりとかするので、普段使う調味料で作るのが一番おすすめです。そしたらこれをよく攪拌しておきます。ボウルの中にタラを入れて漬け込んでいきましょう。本来西京焼きってたくさんの味噌床を作って、ぬか漬けのような形で魚をしっかりと味噌の中に漬け込んで、だいたいそれを1日以上寝かせてから焼くっていうレシピになるんですけど、保育園の場合は薄味で仕上げたいので、少しの味噌に漬け込んで焼くっていう形になります。調味料がしっかりと魚についたらラップをして冷蔵庫に入れて30分以上漬け込んでおきます。味噌は魚を柔らかくしてくれるというのと、臭みを取る効果がありますので、味噌を塗るだけでとってもふんわり仕上がります。さらにこの味噌の味ってお子様がね、すごく好きな味なので、魚に味噌を塗って焼くというのはとてもおすすめのレシピです。冷蔵庫で30分経ったのでオーブンで焼いていきましょう。オーブンの天板にクッキングシートを引いていきます。最近はこの動画を見てオーブンで焼くようになりましたっていう方もたくさんいらっしゃって、オーブン料理の楽さに気づいていただけたということで、私もすごい嬉しい。本来西京焼きっていうのは焼く時に焦げないようにしっかりと味噌を拭ってから焼くっていうのが本来のやり方なんですが、保育園の場合は薄味で下味をつけてますので、味噌は拭わずにこのまま焼いていきます。皮をしっかり焼いていきたいので、皮面を上にしてこのままオーブンで焼いていきます。味噌を使ってますので、味噌かなり焦げやすいので気をつけて注意しながら焼いていきます。今13分くらい焼いていたんですけれども、味噌焦げやすいのでこんな感じでちょっと焦げ目がついてきます。でこのまま焼いていくと焦げてしまって硬くなってしまいますので、これぐらいになってきたらアルミホイルをかぶせて焼いていきます。このね、下のところはね、ちょっとこれ焼きすぎですね。私もうちょっと早く引き上げればよかったんだけど、ここまでいくとちょっとお子様が硬いので、これぐらいかな。あんまり焦げ目がついてないのが子供にとっては食べやすいです。こんな感じでこの焦げ目がついてるところだけアルミホイルをかぶせてこのまま焼いていきます。もしこの時点でこっちも焦げ目ついてるようだったら、全体にアルミホイルをかぶせて焼いていきます。葵の給食室。給食嬉しいな、何でも食べましょう、よく噛んで。それでは皆さんご一緒にいただきます。いい匂い。いただきます。意外と魚料理って子供たちに人気なんです、保育園では。
優しい味してる。皮もね美味しいんだよね。調味料はすごく少なめなので、タラそのものの旨味とか甘みっていうのがじわっと広がってすごく美味しいです。本来の西京焼きっていうのは西京味噌とか白味噌で作るんですけれども、それは普通の味噌と比べて塩分が少なくてかなり甘めの味噌になります。なのでこういった普通の味噌を使って作るときはなるべくみりんとか砂糖の比率を多くして甘めに仕上げるっていうのがポイントです。今回はタラのレシピを紹介しましたが、保育園ではこの味付けで他のサワラとか鮭を使って作ることもあります。なのでお魚を変えてまたいろいろと作ってみてください。このチャンネルでは一人でも多くのパパやママのお力になりたいと思っています。共有ボタンを使ってぜひお困りのお友達にも教えてあげてください。このボタンを使えば LINE や Twitter などで簡単にシェアすることができます。また小規模保育園さんや家庭的保育士さんにも負担なく献立をお届けするサポートもしています。詳しくは概要欄の一番上をチェックしてみてください。それでは今日も元気にいってらっしゃい。